こんにちは。今回はベルギーのアントワープとブリュッセルを1日観光します。午前中はアントワープに移動して市内観光をします。そして午後はブリュッセルに移動して観光をします。この日の最終目的地はドイツのデュッセルドルフまで移動します。まずオランダのロッテルダムからアントワープに移動します。ロッテルダム中央駅は薄暗い中だと本当に宇宙船のようです。改札を通り抜けます。7時41分発のユーロシティダイレクトでアントワープに向かいます。出発10分前には列車が入線していました。チケットは事前に購入し19ユーロでした。車内は空いています。帝国に出発しました。コンビニで購入したラップサンドが朝食です。約45分でアントワープ中央駅に到着しました。アントワープ中央駅は駅自体が観光ポイントです。世界一美しい駅とも言われていて、アントワープに来た主要な目的の一つです。駅舎が見えてきました。1895年に工事が始まり、10年後の1905年に完成しました。時計を中心にしたデザインがとても美しいです。ホームの方を眺めても綺麗な駅です。朝のためか駅に人は多くないです。この後はスーツケースをロッカーに預けて市内観光に出ます。駅構内に大型のロッカーがあります。日本語対応でスーツケースサイズは1日11ユーロでした。駅を出て西の方に歩いていきます。アントワープの主要な観光地は駅から徒歩圏内で回れます。歴史を感じる建物が続きます。素敵な建物でユニクロのオープン準備がされてました。フルーン広場に出ました。真ん中には画家のルーベンスの像が立っています。聖母大聖堂の方に向かいます。1352年から170年かけて建築されたベルギーで一番大きなゴシック教会です。塔の高さは123メートルもあります。ここはフランダースの犬の舞台になった場所です。ネロとパトラッシュのモニュメントがありました。さらに奥に進むと市庁舎があります。1565年に建てられたルネッサンス建築の建物です。真ん中には古代ローマ戦士であるブラボー像の噴水があります。市庁舎前ではちょうど結婚式が行われていました。こんな場所で結婚式ができるのは素敵ですね。市庁舎の周りにはギルドハウスが囲んでいます。こちらは以前肉の取引が行われていた肉屋のギルドハウスです。内部を見学できますが、この時は臨時休業中でした。向かいにはアントワープ最古の建造物のステーン城があります。聖母大聖堂の内部を見学するために戻ります。本来10時から見学できますが、この日はイベントで12時オープンでした。次の予定があり、
12時まで待てないので入り口だけ入らせてもらいました。ここにはフランダースの犬でネロが憧れたルーベンスの絵があります。キリスト昇華とキリスト降下の絵は見ることができなかったですが、一番奥に聖母の飛翔天の絵はかすかに見ることができました。次にそのルーベンスの家に来ました。2024年にリニューアルされ、近代的な建物になってます。チケットはルーベンスエキスペリエンスと庭園の見学で12ユーロです。地下に降りると最新のデジタル技術やビデオによる展示がありました。タッチパネルでいろいろな作品を見ることができます。体を使って体験できる展示もありました。先ほど大聖堂で見た聖母の飛翔天もデジタル化されています。30分に一度部屋全体を使用したプロジェクションマッピング映像が流れます。ルーベンスの生涯についての映像が次々と切り替わります。映像は約10分で終了します。2階はワークスペースとなっています。3階は図書室でした。外に出るとルーベンスの家の庭園の見学ができます。当時と同じ植物を植えて再現しているそうです。こちらはルーベンスのアトリエのファサードです。17世紀の鐘楼がそのまま残っています。ここはルーベンスの作品にも描かれている場所だそうです。ルーベンスの家を出て駅の方向に戻ります。駅の近くに有名なベルギーチョコの店デルレイがあるので寄ってみます。銀座にも出店しています。素敵なお店ですがお値段も素敵なので見るだけにしておきました。これから列車でブリュッセルに移動します。移動中の車内で食事にするためマクドナルドに寄ります。期間限定のマエストロペッパーバーガーのようなものを注文しました。 7.5 ユーロなので1300円ぐらいです。マクドナルドは世界中にあり同じシステムなので安心できますね。アントワープ中央駅に戻ってきました。改めて外から眺めると大聖堂のようです。駅の北側の入り口から中に入ります。こちら側の作りもとても美しいです。ロッカーから預けたスーツケースを回収します。こちらの列車でブリュッセル南駅まで向かいます。11時40分発のインターシティです。ベルギーの鉄道は SNCB と言われています。2階建ての車両でした。2階席に向かいます。2階の眺めの良い席を確保できました。帝国の11時40分に出発しました。先ほど購入したハンバーガーをいただきます。
ボリュームがあり、ペッパーが効いて美味しかったです。列車のスピードは速くありませんが、順調に進んでいきます。約53分でブリュッセル南駅に到着しました。夕方にユーロスターでドイツのデュッセルドルフに移動するため、ブリュッセル中央駅ではなく南駅で降りました。ベルギーの鉄道の拠点の駅なので人が多いです。この駅でもスーツケースをロッカーに預けます。観光の中心地に向かうため地下鉄に乗ります。券売機で往復の2回分のチケットを買います。1回分は 2.8 ユーロです。これがチケットです。改札を通ります。北駅方面に向かうこの路線はプレメトロと言われています。トラムのような車両です。観光地が集まる地区の近くの駅ブルースで降ります。地上へ上がるとあいにく雨が降っていました。宮殿のような立派な建物が見えます。こちらは以前まで証券取引所だった建物のようです。最初に有名な小便小僧の像を見に行きます。5分ほど歩くと人だまりが見えてきました。世界三大がっかりの一つ、小便小僧に着きました。確かに想像よりもかなり小さいです。高さは50センチくらいで服を着ています。服を着せてしまうところもがっかりなポイントな気がします。出た水の先はこのようになっていました。この日はイベントが行われていて、小便小僧の前で演奏が始まりました。ベルギーではフリッツというフライドポテトが有名です。あちこちで皆さんがフリッツを食べています。フリッツ博物館もありました。さらに歩いてグランプラスの大広場に来ました。こちらは15世紀に建てられた市庁舎の建物です。塔は広場の中でもひときわ高いです。市庁舎の壁には無数の彫刻の像があり、圧巻の光景です。広場はたくさんの歴史的な建物に囲まれています。ブラバン公爵の館、ビール博物館、市庁舎、王の家と呼ばれる市立博物館。この日はフォルクローリッシモというイベントが行われていました。ブリュッセルの歴史と伝統を祝うイベントのようです。巨大な人形の山車が展示されていました。パレードが行われた後のようです。飲食店の屋台がたくさん出ています。生のムール貝を提供するお店があったので購入してみました。これは日本では食べることができません。こちらのマルールというベルギービールもいただきます。生ムール貝はそんなに味がしませんでしたが、貴重な経験でした。マルールビールは苦味、度数が強めですが美味しいです。市庁舎内を見学できるツアーもありますが、時間が合わず断念しました。
次の観光スポットに徒歩で向かいます。ブリュッセルには小便小僧だけでなく小便少女もあります。細い道の奥の片隅にありました。こちらはパロディで作ったそうですが、なかなかシュールです。見ている方が気恥ずかしくなってくるので、早々に次に向かいます。サンミッシェル大聖堂にやってきました。約300年の年月をかけて15世紀に完成したそうです。内部は無料で見学できます。想像以上に立派な大聖堂です。とても綺麗なステンドグラスが数多くあります。美しい彫刻作品もあります。天井が高いです。こちらのステンドグラスは色が鮮やかです。有料の宝物殿もありますがスキップしました。この説教壇は細かい彫刻がされ、とてもかっこいいです。事前に調べずにフラッと入ってみましたが、とても良い大聖堂でした。次に徒歩でビュリュッセル公園を抜け王宮に向かいます。王宮が見えてきました。王宮は現在は国王の住まいではなく迎賓館として使われています。美しく整えられた庭です。夏には一般公開されますが、この時期はやっていませんでした。次にギャルリー・サンチュベールに向かいます。ビルッセル中央駅の中を通り抜けます。中央駅だけあって立派な駅舎です。ギャルリー・サンチュベールに到着しました。ここはヨーロッパで最も古いアーケード街の一つと言われています。たくさんのお店がありますが、ベルギーワッフルのお店に行ってみます。目的はこちらの老舗有名店メゾン・ダンドワでしたが、30人近い行列ができていました。時間がなかったので諦めて他の店に行きます。すぐ近くにあったモカフェという店にしました。バナナとホットチョコレートのワッフルを注文しました。トロルズというビールも注文したら可愛いグラスでした。ワッフルが運ばれてきました。ホットチョコをかけてみます。チョコが濃厚でワッフルはサクサクでとても美味しかったです。ワッフルで大満足できたので駅に戻りデュッセルドルフに移動します。帰りがけにグランプラスに再び立ち寄ってみました。雨が止んだので先ほどよりもたくさんの人でにぎわっています。プレメトロでブリュッセル南駅に戻ります。ブリュッセル南駅に到着しました。ロッカーに預けた荷物を受け取ります。17時25分発のドルトムント行きのユーロスターに乗車します。ユーロスターが入線してきました。2023年まではタリスと呼ばれていた車両です。現在はユーロスターレッドと呼ばれています。動力車2両と客車8両の10両編成です。座席は全席指定ですが、今回は28号車となっていました。28号車と記載されていても
実質は8号車と同じです。荷物置き場がありますが、ほとんど埋まっています。フリー Wi-Fi が利用できます。デュッセルドルフまでは2等で78ユーロでした。座席番号は自動で決められた63番で、気にしていなかったのですが、車両の真ん中の唯一ある向かい合わせになる席でした。テーブルは便利ですが、向かいに人がいたので足が伸ばせませんでした。指定された座席は事前に確認すべきですね。座席にはまだタリスの文字が残っています。座席の下には電源と USB が完備しています。ユーロスターのマップがありました。オランダのアムステルダム、ドイツのドルトムンドまで運行しています。最高速度は時速300キロです。ビルッセルからデュッセルドルフまでは2時間15分かかります。ケルン駅に着きました。ケルン大聖堂がわずかに見えます。ケルンで多くの人が降りたので空いてきました。デュッセルドルフまでもうすぐです。19時40分にデュッセルドルフに到着しました。ドイツの新幹線 ICE と並んでいます。これでこの日のベルギー観光の一日が終わりとなります。この日も駆け足でしたが、主要な観光スポットを見ることができました。デュッセルドルフでは知人と会う予定です。